なんで今年の節分の日は違ったんだ。どうも、ナナトラです。いやー、2月ももう終わるというのになぜ節分の動画かって気になったから。ただそれだけ。気になったタイミングが調べ時ということで、来年以降の自分のために学びの記録を残しておくことにしました。さて皆さん、節分といえば何を思い浮かべますか？豆まき？恵方巻き？それとも鬼のお面？でもなぜこうした風習があるのか深く考えたことはありますか？今回は節分の由来や伝統、そして意外と知られてない話まで節分の魅力をたっぷりお伝えします。節分は本来季節の変わり目という意味で、この図のように立春、立夏、立秋、立冬の前日すべてを指していました。ではなぜ立春の前日だけが特別かというと、昔の暦で立春で冬が終わり、春になって一年が始まるというふうに考えられていたためです。立春前日の節分は大晦日のように特に大切にされて、行事として伝えられてきました。皆さん、ついなという言葉を聞いたことがありますか？ついなとは、大晦日の夜に宮中で行われていた鬼を払う儀式のことです。別名鬼洗いとも呼ばれ、そもそもは中国の宮廷で行われていた行事です。706年、飛鳥時代にこの行事が行われていたことが書物にも記されています。歴史長ということで、この追儺式がどんな行事かというと、こちら。右手に矛、左手に盾を持った包装紙が目に見えない鬼を4つの金の目で睨みつけて追い払うもの。こちら包装紙のイラストなんですけれど、イラストだけでもだいぶインパクトありますよね。こんな4つの目で見られたら鬼も逃げるわっていう感じですね。さて、皆さんが節分の時にやっている豆まき。この豆まきはいつの頃からか節分の風習として登場しました。豆をまく理由は、魔を滅する豆に由来し、いった豆をまくことで鬼を追い払い、福を呼び込みます。具体的に豆まきがいつ頃始まったかは定かではありませんが、南北朝時代、1336年から1392年頃には行われていたとされています。当初は豆まきではなく豆打ちとして行われていたようです。豆を打つのではなくまくに変化したのは、農民の豊作を願う気持ちが反映し、畑に豆をまく行為を表現しているからというのが理由だそうです。このようにして、ついなと豆打ちが合わさり、現在の豆まきの形になっていったそうです。さて、豆まきの前に、皆さん鬼の種類って知っていますか？鬼は心の中に潜む自分の弱さを表すシンボルとされています。豆をまくことで自分の中の悪い心を鬼に見立てて、それを諌めようとしていたのだろうと考えられています。赤、青、黄色、緑、黒の鬼の色は五害という人間の煩悩の種類を表しているのです。赤鬼は貪欲、青鬼は貧しさ、黄鬼はわがまま、緑鬼は不健康、黒鬼は疑いの心ということで、こういった5種類の鬼がいるんですね。さて、豆まきのやり方ということで、まず1番、夜に行う。鬼は真夜中にやってくるので、豆まきは夜が適しています。家族全員揃ってから行いましょう。そして2番、豆をまくのは家長ということで、本来豆をまくのは家長の役目だったらしいですね。あとは年男、年女、厄年の人が豆まきをする場合もあるそうです。これはね、ほんと調べるまで知らなかった。
なんなら子供の頃とか家長である父親に豆ぶつけまくってましたもんね。とはいえですね、厳密に決まりがあるっていうわけではないので、家族のイベントという意味合いも強いから、家族全員でどうぞ。そして3番、豆をまく。家の玄関や窓を開けて、鬼は外と豆をまき、鬼が戻らないようにすぐ戸や窓を閉めてから、福は内と部屋の中に豆をまきます。そして最後、4番、自分の年プラス1つ分の豆を食べる。豆まきが終わったら次の年の健康を願って年齢よりも1つ多く豆を食べます。これを年取り豆と言います。こういったね、豆まきのやり方あるんですけれども、結構地域によってですね、豆をまく時の工場など差があるようです。さて、恵方巻きの由来ということで、恵方巻きは花街の遊びから生まれたとか、江戸時代末期に大阪船場の商家で商売繁盛を願って行われたとか、その由来は諸説あります。戦後までは一般的にさほど普及してなかったようなんですけれども、1970年代頃から海苔業界などによって販売促進のために宣伝されて、さらに1990年代に入ってからコンビニやスーパーが恵方巻きを販売するようになったことから、節分に恵方巻きを食べるという習わしが全国に広まっていったそうです。もともと食べられていた巻き寿司には特に規定とかなかったみたいなんですけれども、近年では七福神にあやかって7種類の具を使った太巻きが主流になっているそうです。さて、恵方巻きの食べ方。まず1番、その年の恵方、吉方位を剥くということで、吉方位は幸運に導いてくれる方位のことですね。そして2番、切らずに1本丸ごと食べる。そして3番、願い事をしながら黙って食べる。服を巻き込む。縁を切らないように丸ごと食べるという意味があるそうです。豆に代わって福茶飲もうということで、福茶とは節分に豆を食べるのが難しい人向けの縁起のいい飲み物です。豆を年の数だけ食べるのが難しい高齢者や子供でも無病息災を願える飲む豆まきとして体に優しい伝統文化です。平安時代、都で疫病が流行り多くの命が失われて、南無阿弥陀仏と唱える念仏を始めたと言われる空也上人がですね、そんな多くの民が苦しむ状況に心を痛めて、お茶に梅干しを入れて病気の人々に振る舞って念仏を唱えたところ、多くの人が回復し、疫病が静まったということがですね、この由来ともされているみたいですね。この平安時代はですね、お茶は僧侶や貴族階級など、いわば上流階級の限られた人しか口にできないとっても貴重なものでした。人々に幸福をもたらすお茶、福茶という意味で後世に受け継がれているようですね。ちなみに、イラストの空也上人の口から吐き出している6体の阿弥陀像はですね、南無阿弥陀仏を唱える様子を表現しているそうです。さあ、じゃあ福茶ってどうやって作るのっていうことで、作り方の紹介です。1番、湯飲みにいった大豆を入れる。2番、梅干し、昆布を加える。3番、熱いお茶またはお湯を注いで完成ということで、梅干しはその見た目からシワが寄るまで元気に過ごせるように、または梅の木が寿命が長いっていうことから古くから長寿の縁起を担ぐ食材とされています。そして昆布、正月でもよく言われてますけど、喜ぶの語呂合わせからお祝いの意味や長寿を願う意味を込めて食されます。ということで、私も実際に作ってみました。作ってみた動画がこちらです。はい、ということで実際に福茶を作ってみたいと思います。材料はいった大豆と梅干しと昆布の代わりに塩昆布を準備してみました。ということで実際に作ってみます。まずは大豆3つを
湯飲みの中に入れていきます。うまくつかめるかな。あ、握る。よいしょ。で、入れ終わったら今度は梅干しと塩昆布。ちょっと量が多かったかな。これぐらい。もうちょい。これぐらい入れてみよう。はい。で、入れるものはお湯かお茶かということで、今日は玄米茶を入れてみたいと思います。はい。ということで、ちょっと大豆がふやけるまで待ってみたいと思います。だいたい2分ぐらい経ったので、ちょっと飲んでみましょう。実食。うん。まあ梅と昆布が入ってるから梅昆布茶ですね。だし感があってめちゃくちゃ美味しいです。お酒飲んだ次の日とかにすごく良さそうな感じですね。さて、今回の本題。なぜ節分の日がずれるのか。第1章でもお話ししましたが、節分は立春の前日を指すもの。私は2月3日ってずーっと思い込んでましたけど、実は2月3日で固定されているわけではないんですね。じゃあ何の影響かというと、こちら。実は地球の公転周期が関係しているそうです。地球が太陽を一周するのにかかる時間は365.2422日で、ぴったり365日ではないんですね。1年で約6時間ずつ遅くなるので、地球と太陽の位置関係で決まる立春はずれることがあるそうです。ちなみに、節分が2月3日以外だった年、2月2日だったのは4年前の2021年。全然気づいてなかったですね。その前は1897年、明治30年なので、なんと124年ぶりだったそうです。ここ100年間で見ると今年は2度目の例外っていう風になりますね。そして2月4日だった時もあるみたいで、1984年は1日遅い2月4日が節分でした。今後はですね、2057年までは4年周期で2月2日の節分がやってくるので、次は2029年っていうことでですね、お家で節分の恵方巻きを作る人もいらっしゃるかと思いますが、買われる方、4年後、買い忘れのないように。いかがでしたか？節分には宮中行事から庶民の生活に根付いた習慣まで奥深い歴史があります。さて、これであなたも節分マスター。ということで、来年の節分はこの動画を再確認して、豆まきや恵方巻き、福茶を楽しんで福を呼び込んでみてくださいね。では、次回の七色アーカイブもお楽しみに。